二人に JP のコンビネーションを実際に再現していただこうというところで、問題お願いいたします。はい。はい、はい、今日はここどこですか？三鷹に三鷹来ております。急に三鷹来てくださいって言われて来たんだけど、はい、まあ実はですね、まあ JP 対策として JP のルーツを探ろうというところで、まあ、JP ですね使ってるファイトスタイルってサイコパワー以外ってちょっと不明じゃないですか。ああ、でも確かにサイコパワーのイメージがあって、まあでもなんかおしゃれな杖持ってるなみたいな。実はですね、構えを使って実際にこのステッキを使って戦う格闘技がこの現実世界にあるんですよ。マジで？あ、そうなの？全然知らない。あれ格闘技だったんですね。そういう格闘技が実はあって、はい、今回この三鷹に来た理由はですね、はい、その格闘技の達人に会いに来ました。はい、達人。そういう杖使った格闘技の？そうです。実際に杖を使って戦う、まあ、フランス発祥の格闘技で、名前はサバットというんですけども、その達人に今回会いに来ました。でそこで JP の、まあ、技のルーツだったりとか、まあ、実際の、サバットとはちょっとここが違うねみたいなところだったり、ここは一緒だねみたいなところだったり、そういうのをちょっと探っていこうかなと。では早速ジムの方行ってみましょうか。はい。今回お世話になるジム、サードプレイスボディメイクスタジオさんは JR 三鷹駅北口から徒歩1分の場所にあります。プロのトレーナーや競技のチャンピオンなど実績のある方々が多数在籍されており、ジムの中も広々としていて、リングやサンドバッグなども設置されている本格的なジムである。はい、ということでこちらジムにやってまいりました。まあ、結構本格的な。いや、そう、俺こういうなんか格闘技系の設備のあるジム初めてでちょっと興奮したんですよ。ちょっと出ちゃうですね。すごいちゃんとした重たいんだと。ということで、ジムに来たということは、いう殺人の先生にご登場いただきたいと思います。ジャパンサバットクラブ代表の久保田先生です。お願いします。お願いします。真ん中に。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今回の講師である久保田隆一先生は、フランス式ボクシングサバットの日本唯一の指導者、世界チャンピオンを輩出した実績もあり、まさに今回の企画にうってつけの方である。サバット式の挨拶があると。挨拶からあるんですか？ぜひこちらから入らせていただきたい。はい。確かに格闘技って挨拶とかそういうところ。そうですね。空言葉でも礼とかありますよね。はい。サバットもフランスの格闘技で、まあ貴族のスポーツでもあるので、ちゃんとはい礼に始まり礼に終わるということで、右手はですね、心臓のところに当てます。はい。でこう自分の心、まあ心からの敬意を相手に捧げるという意味で、こういう感じです。こうです。はい。フランス語でサリューって言います。サリュー。はい。ではサリューいきますか。はい。サリュー。サリュー。お願いします。お願いします。はい。ということで、早速ご登場いただいたところでですね、サバットとはというところ、まず皆さんも知らない方もいるかもしれないので、ぜひちょっとご説明をお願いしても。はい、わかりました。サバットは格闘技漫画とか、それこそ格闘技ゲームとかで、よく名前だけは出てくるんで、名前だけは聞いたことがあるという方結構多いかもしれないんですけど、実際に見たことある方とか、それ一体何なんだろうって言われた時に説明できる方ってあんまりねいらっしゃらないと思うんで、ざっくり説明すると、もともとは路上の喧嘩なんですね。あ、そうなんですね。まさにストリートファイト。まさにそうなんですね。はい。フランスでの路上の喧嘩術で、でも路上っていうとみんな何を持ってるかっていうと、靴を履いて、紳士と杖を持ってる。ああ、そうですね。でこう離れた遠いところではステッキ、杖で戦い、で近づくとこの靴で蹴って、でもっと近づくと組んで石畳の上に投げ飛ばすみたいな。総合格闘技だったみたいな。そうなんです。もう下に倒すのがもう武器になっちゃう。そういう総合的な武術だったんですけど、それぞれが分裂していきまして、今もう3つそれぞれ分かれてまして、ステッキの方はラキャンっていう上術、ステッキ術、これも一つのスポーツになってます。で、その靴を使うキックとか、あとパンチはグローブはめてボクシング、キックボクシングみたいな、フランス式ボクシング。一般的に今サバットっていうのはそのフランス式ボクシングのことを言います。もう一つがキャンっていう。あと護身術系はまたちょっと護身術で、サバットディファンスっていう、セルフディフェンスサバットっていう、また一つのちょっと流派っていうか、方法論がありまして、今そういう感じで3つに分かれて分裂してそれぞれでやってる感じです。はい。靴もちょっと特殊なものなんですね。
すごい硬いですよね。これ蹴ったらいいか剣止めです。はい。そうそうなんです。そりゃそうだよ。キック、はい、武器なんです。安全靴みたいな。そうなんです。ガチガチなものですね。はい。サバットってキックボクシングなんですけど、靴しか当てちゃいけないんですよ。普通のキックボクシングみたいにすねで蹴ったり膝で蹴ったりすると反則になってしまって、靴のつま先とかかかととかエッジとか、靴を武器にして当てなきゃいけないんです。はい。こういう硬い武器に。すごい音してますね。これでこう急所をこう狙っていくわけです。刺すみたいな感じですか？そうですね。もうレバーを刺す、みぞおちを刺す。相当痛いですね、これは。まあだから本当にそのキックボクシングのサバットも、まあ、一種靴を使った武器術みたいな感じですね。多分視聴者の方知らない方もいるかもしれないですけど、はい、実績とかはこのジャパンサバットクラブっていうのはフランスというか、まあ、国際サバット連盟で認められている、はい、正式団体で世界選手権とかいろいろ行ってるんですね。で日本代表として世界選手権とかそういう国際大会に出て、でうちのクラブからはアジア人で初めて世界チャンピオンになった女性がおりました。はい、後ほどこの技術なんかを見せられればいいなと思って。まずは先生に JP の技を見てもらいます。はい、パンチ、軽い攻撃です。はい、ふっと出すような感じのものなんです。はい。でジャッキ。靴で蹴るっておっしゃってましたけど、ちょっと似てますね。はいはい、本当ちゃんと靴で蹴る。はい、蹴ってますね。これが中パンチ。はい。回しながらこれリーチが長いんですよ。で後ろにちょっとレバーを入れながらちょっと変化しまして、当たった時専用のこれコンビネーションがかかったりして、上からこうフットを下ろして回しで逃げ決めを打てるような感じになります。基本もこのステッキを武器っていう感じです。そうです。あとボタンを押すとちょっと杖を使ったり、杖を使うな。キックを押すと普通のサバットっぽいですね。今のフォームは結構サバットっぽいキックですね。これ強いですよ、これ今日パンチ。ずんとこう回すような感じです。ちょっと大振りな。だってすごいカウンターヒットすると相手キャラがくるって回っちゃうぐらい強い。強力な。そう。はい、もちろんお願いします。はいはい。はい。なるほど。靴で蹴ってますね。はい。特殊な技なんですけれども、相手からダウンを取る。今の打ち方なんかは。かなりこれはキャンの打ち方。さっきのしゃがみにちょっと似た感じですけど、こういう感じで、はい。そうなんですね。ここまでしゃがまないですけど似た技はあります。回転して下段で足を狙う。はい。ぜひ。ここからちょっと番外編ということできつい技が似てるところあるかもしれないなと思って一応指導しております。地面から鳥がいっぱい出てくる。反則っすよ。ちょっといろいろご覧いただいたところで、気になる技なんかがありましたらですね、ちょっとここから実演していただきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでここから実演に入っていこうと思うんですけれども、はい、今日はですね、協力者を呼んでおりまして、アジア人で初めてサバットの世界チャンピオンになった原真理子選手です。よろしくお願いします。アジア人で初のサバット世界チャンピオンになった原真理子先生。サバット世界大会で2度の優勝経験があり、昨年末にサウジアラビアで開催された世界最大規模の格闘技武道大会ワールドコンバットゲームズでもサバット女子52キロ級で銀メダルを獲得。女子サバット界の第一人者である。お願いします。ということで実際のサバットのパンチキック、それからステーキを使ったキャンの実際にどういう形でやるのか見せてもらおうと思っております。それでは2人とも本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。立ち会う前の作法でステッキを操るお二人。では基本の打ち方いきます。まず狙うのは頭、それからボディ、お腹、それから足、膝から下を狙っていきます。で打ち方、まず上段、頭を狙う打ち方は基本こういう打ち方になります。結構大事ですね。もう一つ基本の打ち方がこういう。あとは顔を横から打っていきます。
この横から打つ打ち方でボディも狙っていきます。はい、でさっきの、しゃがみ打ちに似てる打ち方が下段を打つときにどうぞ。こういう感じです。これが基本の打ち方です。でこれを組み合わせる感じで2発ぐらい。例えばこんな感じ。結構早いんです。軽いので、ステーキが結構軽いんですよね。なんで市内とか木刀とかに比べると結構早いこと打つ。視聴者の皆さんは多分もしかしたら気づいてるかもしれないですけど、先生方の構えがですね、JP の後ろ手に回す構えがそっくりかなというところで、この後ろに回す意味っていうのは何か。実はですね、もともとこれはこっちに出してると打たれてしまうので、その手を隠して、こちら側では相手に対する的を隠す感じだったんですけど、実はですね、ちょっと最近このトレンド変わってきまして、手割とフリーでやったりとか、途中で持ち替えたりとか、そういうこともなんかあるんで、今ね、必ずしも全員がこうやって打ってるわけではないです、実は。はい。もともと言えば、打たれないようにということです。打たれないためにこう隠しておく。はい。これは結構どうですか、でも JP そっくり。いや、めっちゃそっくりです。今ちょっと動画見ながら見てたんですけど、めっちゃそっくりだった。本当にこの回して打つ打ち方とかすごい似てますよ。素人ながらにちょっと聞くんですけど、はい、防具ってないんですか？あります。はい。試合の時は防具をつけます。はい。そうです。フェンシングの面のようなのをつけて、あと胴体と固定、これもちょっとクッションの入ったしっかりした防具使います。はい、ではまず基本のキックをご説明いたします。一番ベーシックなの前足で相手のボディを狙う、いわゆる左のミドルキックですね。これも実際はこの膝を高く上げて、膝で相手を狙って、つま先で急所に刺していく感じです。実際に狙う場所はこのレバー、あるいはちょっと角度を作ってみぞおち、はい、この辺を狙っていきます。あの靴で蹴るんですか？この靴でした。はい、この靴で刺していきます。はい、安全術で。で、ハイキックももちろんあります。それからローキック、膝関節あたりを狙っていきます。で右も同じように、ミドル、ハイ、ロー。ルール上、背骨以外の背面を攻撃してもいいことになっているので、いいんですね。はい、いいんです。はい、背中蹴ってもいいんです。右のミドルで、ここの腎臓あたり、この辺を突き刺して、はい、腎臓を刺して、あと首の後ろから巻き込んでいくような。これが基本の回し蹴り系で、フェッテと言います。フェッテ。フランス語でムチっていうんです。ムチでこうしならせるような感じで、こう蹴っていきます。こんな感じです。でもう一つのベーシックな技がシャッセっていう技で、これは相手を追いかけるとか追い詰めるっていう意味なんですけど、いわゆるサイドキックです。横蹴りです。これでボディを狙うのと、一番基本になるのは実は足下段へのこのキックで、これで膝関節を狙っていったりとか、股関節あたりをこう蹴っていったりとか、はい、この前足で入ってくる相手を止めてしまう。はい、でこれもかかとでちゃんと蹴り込んでいきます。靴をつけて、はい、かかとで蹴り込んでいきます。これ一番ベーシックな基本になる技です。で、顔に実はこれに近い蹴りありましたね。ありましたね。はい。特にこれ右で蹴ってくると、普通に右のこの蹴り方がさっきそっくりでしたね。こういう蹴りが、はい、まさにかかとで顔を狙っていきます。はい、靴のかかとで、はい、この蹴りはそっくりだったと思います。で、あともう一つ、今のこの前足を狙うシャセバ、これのちょっと変形なんですけど、右足で相手の膝をこういう蹴り方があるんです。これも実は使ってましたよね。そうですね。はい、そっくりでしたね。
はい、後ろ足で前足をこう蹴ってかかとで蹴っていく。なるほど。はい、これのバリエーションっていうかちょっと別の技なんですけど、靴のこのエッジを使ってすねをこう蹴っていく技があります。これもちょっとなんか似た方が、こんな感じですね。でもう一つは、前足でこちら側から来る掛け蹴りとか内回しみたいな、逆側から来るキック、これもまあ基本になります。でこれを回転して下段に狙うと、まさにこのもありましたよね。さっき、そっくりですね。はい、これで相手の足を狙ってます。はい、ということで、ちょっとここからはですね、達人の2人にちょっと質問をぶつけてみようというところで、JP の先ほどご覧いただいたと思うんですけれども、ステッキをついた状態、いわゆる逆手持ちみたいな状態で戦っているんですけれども、実際のサバットで逆手持ちをして戦うことってあるんですか？こういうことですね。そうですね。こう作っている。ルール上、やっぱりこの持ち方しか僕は知らないですね。もしかしたら昔なんか流れとかであったのかもしれないですけど、少なくとも現在のルールではこう持ってこういう打ち方はないです。ルール違反になっちゃう。はい。城間さん、これあれですね。あいつルール違反しますね。いや、そうっすよ。しかもだって彼すごいつきますから。つきのこともちょっと聞いてもらっていい？ JP って結構ついてつくって思うんですけど、つくっていうことはないですね。ルール上、まさに打つだけです。打っていく。もしかしたらこの長い歴史の中で護身術としてついた時代があったかもしれないですけれど、少なくとも今歴史に残ってこの競技としてやってる中では基本つきはない。はい。ルール違反しかしてないですね。そう、ルール違反多いな JP 実は。悪役なんです。悪役ですよね。だから OK かもしれないですね。はい。続いての質問なんですけれども、JP って先ほどシャッセだったりの蹴り技とキャンを使った技、組み合わせて戦ったと思うんですけど、実際そういうコンビネーションみたいなのがあったりするんでしょうか？はい、その護身術サバットの中でステッキ武器を使いつつ蹴りも混ぜてっていうそういう技術体系はあります。はい、まだルール化されたスポーツではないんですけど、はい、護身術の中の一環としてそういうのもあります。例えば回転蹴ってきたのをディフェンスに球を消させて蹴り込む。より実践的なイメージですか？こんな感じですね。はい。じゃあ最後に、はい、達人の2人に JP のコンビネーションを実際に再現していただこうというところで、達人の2人お願いいたします。はい。これやばい、これやばい、これやばい、これやばい。今ので100分の1。やばい。でも受け方うまいですね。うまいですね。これ来るわ、マジで。これはやばい。やばいでしょ。これはやばい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、本日は久保先生、そして原先生にサバットの JP との奥深い関わりをね、紹介していただきました。意外に共通点がありましたね。ありましたね。ありました、ありました。実は JP はサバット使いだったということが今回分かったんじゃないかなと思います。ちょっと感想なんかをね、軽くお聞きしていこうと思うんですけど、久保先生いかがでしたか？まさにあんまり格闘技ゲームって詳しくないんですけど、実際にかなりサバットの動きに近いのもびっくりしました。はい、ステッキもそうですし、キックもそうですし、なかなか本当にリアルな感じで、あれ作られた方、サバット勉強されてますね。そうですね。はい、そういう気がしますね。はい、とても共通点があって面白かったと思います。原先生、かっこいいですね。ビジュアルがですね。はい、もう胸張って偉そう。偉そうが強くて。ちょっとね、設定上もかなり秘密結社のボスみたいな感じで強そうな感じなので、もしかしたらサバットああいう裏世界にも広がってるのかもしれないなんていう。ね。
それはそれでどうなのって感じですけど。でもロシアでもちゃんと盛んですよ。ヨーロッパ全般でやってるので、はい。そうですね。ヨーロッパの人にとっては盛んなので、はい。JP がきっとどこかでサバットを学んだと。どこで学んだか。ね、どこで学んだか。そうですね、僕最近 JP ちょっと使い始めたんで、ちょうどこの企画があってサバットの、なんですかね、知識と技術教えてもらったんで、僕の JP もちょっとこれでもうちょっと勝てるようになりそうな気がするなので、そうですね、愛情を持って育ててください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ最後。はい。サバットの挨拶です。はい。はい。では、ありがとうございました。終わります。サリュー。